ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は売り切れ前にチェックしてほしい注目の新商品を紹介します。人気のものは売り切れるのが本当に早いです。先週紹介した水色のお皿もあっという間にプレートを売り切れてしまいました。今期新商品300ぐらい入ってて、その中から厳選して紹介します。まずはデコレーションコーナーのこちらの新商品から紹介します。インスタのストーリーズで紹介したらすごい反響があったので、これは売り切れそうだなと思っています。こちらのピンクの飾り棚です。アートを飾るためのモスランダーという飾り棚があるあたりに販売していました。新商品欲しいものが多すぎて型外れそうになりながら帰ってきました。まずはこのピンクのシェルフ、早速設置していきたいと思います。周りのこの紙を剥がしますと、中に説明書が入っていました。これ自体の重さはですね 0.6 キロと書かれていました。オンラインサイトに書かれています。設置用のネジなどはついていませんので、皆様の壁に合わせたネジなどをご用意くださいとなっています。私は壁に大きなネジ穴を開ける勇気がないので、石膏ボード用のピンで設置していこうと思います。使うのはこちらのフックで、フックは使わずに頭の部分だけを使います。このジグがあるととても便利なのでおすすめです。このような細いピンをですね3本刺すことで耐荷重を出すものになっています。こんな感じでブスッと刺します。こちらは子供部屋のビリーという本棚の上です。ちょうどデコレーションしやすい高さなので、今後子供が描いた絵なんかも飾るといいかなと思っています。このピンクのライトは IKEA とグスタフさんのコラボ限定アイテムで、今は売り切れています。このピンクのミラーも IKEA のものです。とても可愛いですよね。こちらの飾り棚の同じシリーズのミラーも販売されるみたいです。日本ではまだ見ていません。来るといいですね。続きましてはテーブルランプのコーナーです。こちらにも見逃せない新商品があります。オンラインで見るより結構大きめだなと思ったんですけども、アート作品のようなデザインがとても面白いテーブルランプですよね。すごくお手頃価格なんで、素材はどうなってるのかなっていうのとても気になってたんですが、パルプっていうんですかね、紙、梱包材のパルプってわかりますか？なんかあれをもっと綺麗にしたガサガサじゃなくした感じ、これはぜひ実物ご覧になった方がいいと思います。私としては相当広いスペースにポツンと置きたい感じです。電球は別売りとなっています。パーソナルチェアから新商品が出ています。こちらも素材がパッと見真劇のチェアかなと思ったんですが、スチール製でした。デザインからはそう見えなくて面白いですよね。すごく足が細いので、確かにスチールかっていう感じなんですけど、こちら色違いでブラックブルーもあります。ちょっと青みがかってます。柔らかいカーブなんですが、足が細いのですごく軽やかな印象です。このクッション部分は取り外し可能なカバーで洗濯ができるみたいです。それは嬉しいですね。続きましては、思ったより小さくて可愛かった新商品です。だいたい逆パターンなんですけどね、思ったより大きいってことが多いんですけど、こちらは思ったより小さかったです。こちらは IKEA でとっても人気のシリーズの新商品です。ホワイトスチールとウッドの組み合わせがとてもおしゃれで人気のシリーズです。もうこれはサイドテーブルではないですかね。ベッドサイドにちょうど良さそうな高さですし、またソファーの横に置くのにもすごく良さそうです。高さが低いので窓際の植物棚にしても可愛くなりそうです。周りのキャビネットからもかなり浮いてます。この子だけすごく小さいです。公式サイトの画像もソファーのサイドに置いていますね。めちゃくちゃいいです。サイドテーブルも素敵なの出てまして、ちょっとね選び放題ですね今。まずはこちらの黄色い方なんですが、ホワイトとグレーがあって、それの色違いとしてイエローが出ました。引き出しの中敷きがとても可愛いです。スライドレールの引き出しとなっています。値上がりしてますね、イエローは。もう一つ隣のエレガントなサイドテーブルも紹介します。ホワイトは前からあったそうなんですが、今回新しくブラックが出たみたいです。こちらも中敷き可愛いですね。こちらはスライドレールではありません。足に細かいデザインが入っていておしゃれですね。ブラックもホワイトもこの持ち手のノブのところはシルバーになっています。絶対天板見せたくないんやと思いながら覗いてました。このブラックの方のラグの合わせ可愛いですね。
もう少し収納関係が続きます。こちらシューズオーガナイザーなんですけども、竹製ですごくスタイリッシュなんですよ。この竹が頑丈だからできるデザインですよね。本当に超シンプルですっきりしたデザインとなっています。要はこんな風に靴を重ねて収納できる便利アイテムです。オープンシェルフで収納する時なんかはこの竹製のラックとてもおしゃれでいいなと思います。さらにこちら竹製の靴べらも出ていました。靴べらは持ってないので買ってみようと思います。見た目よりもすごく軽かったです。長さは40センチとなっています。このストラップは革製なんですけども、他の製品の生産工程で余った革を使用していますとのことです。ちょっとすぐにボロボロになりそうな気がせんでもないかなと思いました。竹の本体の方はとても頑丈そうで使いやすかったです。気になっていた新商品のデスクを見てきました。こちら足のデザインがとてもかっこいいなと思って気になっていた商品です。実物を見ると思ったよりも天板がパイン材なのでちょっとカントリーチックな雰囲気もしました。こう角が丸くなっていたりちょっと可愛い感じもしてるんですよ。あと結構機能的なのがいいなと思いました。ここシェルフになってますし、裏側がよくってちゃんとこうケーブル収納ができるようになってました。こんな風な構造になっています。あとすごくいいなと思ったのがこの天板が分厚くなってないのでちゃんとこうクランプできるんですよ。モニターアームとかここに。これがねミッケとかこの引き出しと一体になった天板の場合ってできないんですよ。もうミッケデスクそこだけがね唯一のマイナスポイントと私は思っていて、いやミッケデスクをめっちゃ愛用してるんですが、モニターアーム、ライト、マイクアームとかいっぱいクランプしたいものがあるんですよね。その点このデスクはクランプできるのでとても魅力的だと思います。あとこのチェアとの組み合わせもとても可愛いですね。IKEA のベネチアンブラインドのシリーズから竹製のものが出ました。幅は3種類のサイズ展開となっています。ホワイトのものと比べるとお値段は張るんですけども、他社のウッドブラインドと比べるととても安いんじゃないかなと思います。ただ色選びがこういうのは肝心だと思いますので実物をご覧になるのがいいと思います。私はオンラインの画像よりも実物ちょっと明るめに見えました。ランドリーコーナーです。これはいいわと思うものがありまして、洗濯カゴなんですけどかなりスリムなサイズ感でとても使いやすそうだなと思いました。オンラインで見た時はこうランドリーバッグを持ち上げるとフレームから外せますって書いてあったんですけど、フレームごと持ち上がりましたね。でも簡単に外せるみたいです。ちゃんとこう蓋がついてまして見た目もいいですし、こう開けますと中に仕切りがついてましておしゃれ着洗いとそれ以外みたいな感じで分類できるのいいですよね。でこちらはプルピングラという収納グッズのシリーズと なってまして、同じベージュの同じ素材感のものでシリーズで揃えることもできます。でこのシリーズ共通で内側がつるっとした素材になってて汚れにも強そうです。でこういうのって結構しっかりしてるものってお値段してたんですけど、こちらはすごくお手頃価格でいいなと思いました。今オンラインから説明書を確認したんですけど、フレームの上からこのバック部分がパサッとかぶっているだけみたいでした。でも一緒に持ち上がってしまいました。でもね全然軽かったですよ。このフレームついてても見た目もとっても良くて機能的でスリムで使いやすそうなランドリーバッグです。同じくお掃除コーナーから久しぶりの新商品です。ほうきのとちりとりのセットです。これ 4,5 年前にもあったんですけど、ちりとりの部分もすごくスタイリッシュになってますし、ウッドの部分が竹になってましてすごく線が細くてスタイリッシュになったなと思いました。かっこいいですよね。隠さなくてもいいおしゃれなほうきとちりとりです。長さもしっかりあって使いやすそうです。デコレーションコーナーです。とても素敵な花瓶のシリーズが出ています。こちらのシリーズなんですけど、なんと3種類サイズ展開が出ています。そうとは知らず見逃してしまいましたね。私2種類しか気づけなかったです。悔しい。今のが15センチタイプで、もう一つこちらが20センチタイプです。もう一個大きいサイズもあったみたいなんですよ。ちょっと一旦くびれているのでバランスが取りやすい花瓶ですよね。
このシリーズは 100% リサイクルガラスで作られているそうです。こちらはミカエルさんのデザインの花瓶となっています。ミカエルさんは結構こういう素朴なデザインのものが多くて好きなんですよ。そして楽しみにしていたこちら LED キャンドルの新作です。ちょっと先に言うとちょっとがっかりしたポイントもありました。正直にレビューしていきます。こちらブロック型の LED キャンドルです。ライトの部分がより炎らしくなったようなデザインに見えたので購入してみました。すごい期待していたのでとりあえず出てた分全種類買ってみました。ブロックキャンドルの一番小さいサイズを開けながら紹介していこうと思います。これその中間サイズきっとあるはずなんですけど日本には入ってこないんですかね。ちょっとオンラインでも今のところ大と小しかなくって、いやバランス的には中がねあった方がいいんですけど、とりあえず小サイズ開けていきます。やっぱり本物のキャンドルってちょっと炎がむき出しなものって抵抗ある方多いと思うのですごく期待していたんですよ。でこちらは単3電池2本使います。毎日使っているとすぐに消耗しますので充電式乾電池がおすすめなんですけども、ここで気づきました。 IKEA あるあるの外側のこのタイプ C を挿す場所がないんですよ。 IKEA はだいたい充電式乾電池を使うと直接充電できますよっていう仕様が多かったんですが、今回は3時間タイマーというのが採用されているのでいつもの6時間だけじゃなくて、だから長持ちしますよと言いたいんでしょうか。でもやっぱ直接充電したいですよね。これがちょっとがっかりポイントでした。電池の蓋がネジ止めであることは規則上仕方がないことだと思うので、ネジを開け閉めしなくても充電できる仕組みにしてほしかったなと思います。こちらは IKEA のお気に入り充電器です。単3も単4も充電できます。カメラ越しだと伝わりにくいと思うんですけども、一応こう光がチラチラ揺れてる感じです。光り方はとても綺麗だと思います。あとは何日充電が持つか試していこうと思います。充電が切れたらご報告します。こちらはテーパーキャンドルの LED タイプです。テーパーキャンドルこそなんか倒しそうで本物ってハードル高いのでこれ嬉しいですよね。こちらは単4電池3本使います。長さが以前のものよりも少し長くなってまして、ちょっとバランス取るのが難しいかなと思いました。でもやっぱり本物だとこうローが垂れてきたりしてしまうっていうのがあるので LED はいいなと思います。こちらは6時間タイマーのみとなっています。引き続きデコレーションコーナーでフェイクグリーン紹介します。フェイクグリーン先週もたくさん紹介したんですけども、たくさん新商品が出ています。垂らすタイプのフェイクグリーン新作久しぶりですよね。飾った感じはこんな感じです。結構垂れます。今まで売ってた垂れるタイプのフェイクグリーンが人気すぎてすごい被りやすいってことがあったと思うので新作嬉しいですね。最近のフェイクグリーンはすごいレベルが上がってまして、こちら月桂樹のフェイクグリーンなんです。葉っぱの質感すごくないですか？変にプリントとかじゃなくて形で本物に寄せてるのがいいなと思います。あとこちらですね。だいたいこういう葉っぱ系は当たりが多いんですけど、こちらもお値段の割によくできているなと思いました。ワンコインです。あともうめちゃくちゃリアルだなと思ったのがこちらです。これバジルですよね。このぷっくり感すごくないですか？葉っぱのもう全然消費が追いついてない時のバジルです。ずっと欲しかったマグカップやっと買えました。これは1月の新商品ではないんですが、もう何ヶ月待ちましたかね。こちらのマグカップです。すごく可愛いんですよ。こちら何がいいかと言いますと、すごく大きめでしてたっぷり飲むことができます。でも飲み口はちょっと薄くなってまして飲みやすくなっています。もう毎日使ってます。地味なんですけども IKEA はゴミ箱の種類が豊富です。新商品がずらっと増えていました。丸いタイプの蓋付きペダル式のゴミ箱です。9リットルと18リットルのものがあって、さらにややこしいんですけども、このベージュのタイプとこちらそっくりなカーキのタイプもありまして、こちらシリーズ名が違います。足元のデザインが違います。はい、謎の充実具合となっています。チャコールとブラックの方はマットな質感となってまして、よりすっきり見えるデザインとなっています。この小さい方といっても9リットルなので結構大きいかなと思いました。
大きさを伝えたくて手を出してますけども、いやーこればっかりは難しいですね。アートに新作がたくさん出ています。最近 IKEA のアート侮れないんですよね。IKEA で買うと世界中の人と被るんですけども、昨今どこで買っても被りますから。こちらのピンク色のアート、森のおとぎ話というアートですけども、お花に囲まれてるんですけど、とても力強い鹿が描かれています。 50×70 のサイズです。あとフレーム付きのポスターなんかも売っています。フレーム単体の値段と多分同じですよね。ただフレームについてる白い台紙っていうんですかね、あれはついてないのでご注意ください。あと店頭でよう見つけんかったんですけど、こんなデザインのアートパネルも出ています。こちら1枚ずつ違うアーティストが描かれています。でその組み合わせっていうのもまた面白いなと思います。他にも購入品あるんですけども、ちょっと撮影が追いつかずすみません。ちょこちょこインスタグラムのストーリーズで紹介していきますね。こちらクッキース仕切り付きのねインサートが出たんですよ。さすがにそんなすぐ売り切れないと思うんで次回紹介します。で他の地域では25年の夏頃売っていたお土産言えないお土産コレクションなんですが、アジア地方にもついに来ることになりました。日本は1月8日からの発売ということです。とても楽しみにしています。もうゲットされている地域の皆様いかがでしょうか。個人的にはこのブラウンの食器とこのトレイが気になっています。あとこちらも2月頃の発売と噂の新コレクションです。楽しみです。2025年もたくさんの IKEA に行かせていただき、たくさんの動画を皆さんに見ていただき、本当に楽しい1年でした。2026年は岡山に新店舗ということで楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。